皆さん、日本のスーパーは衝撃的な場所です。先日、僕の両親が韓国から日本に来たんですよ。一緒にスーパーに行きました。10分で終わると思いました。でも、母が30分も立ち止まったんですよ。ビール売り場で停止、魚売り場で停止、豆腐売り場で停止、まるでテーマパークを見学しているみたいでした。なぜ日本人には当たり前のスーパーが韓国人には観光地に見えるのでしょうか。この動画を見ると、いつも通っているスーパーが全く違う形式に見えます。今回は5つ話します。ビールの売り場、弁当の売り場、野菜の売り場、魚売り場、大豆コーナーです。衝撃を受けた場所を説明しますね。一つ目、ビール売り場で足が止まったということです。まず、ここでフリーズしましたね。韓国にいる頃は、日本のビールといえば、アサヒ、キリン、札幌ぐらいでしょと思っていたようです。ところが、実際に来てみると、売り場の規模が想像の3倍どころじゃなかったらしいですね。しかも、一番搾りとか、黒ラベルとか、プレミアムモルツだけでも、限定版が大量に並んでたりするじゃないですか。春は魚とか、夏は花火とか、秋は秋のなんちゃらとか、冬はスノーみたいな形で、なんか季節とか限定あるじゃないですか。だからそういう缶を見るだけでも日本の四季を感じたりするわけですね。さらに地元ビールとかクラフトビールに並んでたりして、スーパーなのに酒専門店のように見えると言っていました。韓国では牛乳ビールコーナーっていうのがあって、それが人気だったりするんですけれども、日本はなぜか自国ブランドだけでも巨大な売り場が成立していたようですね。そして母は気づいたようです。日本ではビールは単なる飲み物じゃなくて、花見で乾杯、祭りで乾杯、仕事終わりに乾杯、とりあえずビールという言葉まであるってことなんですね。両親は売り場見ながら、日本人はビールを飲んでるんじゃない、ビールで季節を楽しんでるようだなと驚いてました。つ目はですね、弁当売り場が食堂だったということです。韓国でも、コンビニ弁当あります。スーパー弁当あります。だから、最初は似たようなものでしょと思っていたようです。ところが、売り場に着いた瞬間、歯が固まりました。ちょっと待って、これ全部弁当なのと、唐揚げ弁当だけで、なんか3種類あったりするじゃないですか。焼き魚とか、幕の内っていうんですか、海苔弁、カツ丼、親子丼、しかもなんか大盛りとか、なんか小さいやつだったりとか、あったりするじゃないですよね。その次に、コロッケ1個だけ売ったりとか、唐揚げ3つだけ売ったりするとか、ご飯なんか 200g パックになったりとかあるじゃないですか。韓国は、夕ご飯は家で作るっていうのが、今文化としてあるんですけれど、日本はなぜか疲れた、作らない、買って食べるっていう。そして8時ぐらいになったら半額シール貼られて、とかサラリーマンも学生も高齢者も集合して、それで安く買う。それを待つような場合もありますよね。だからそういうのを見て面白かったようですね。で、3番目はですね、野菜なのに土がないということです。これ驚いた理由はですね、前の2つとは違ったんですね。値段も量でもなくて土がないだったんですよ。大根を手に取って何度も見てました。真っ白で、もう傷もほとんどなくて、長ネギでも泥が見えないだったりとか、洗車した直後みたいな感覚だったようですね。韓国ではですね、野菜に多少土がついてくることも珍しくないんですよね。これは汚いとか衛生が悪いとかそういう話ではないと思うんです。もう土がついてるっていうのは、その畑から来たばっかりで、だから新鮮っていう考え方もあると思うんですよね。さらに見ていくと、サイズまでほぼ同じだったりとか、曲がった野菜も、日本だとなんか少なかったりとか、なんか袋に詰めたのが均一になってたりとか、なんか野菜たちが身長測定を受けてから並んでいるように見えたんですね。後で考えてみると、日本は農家さんが収穫した終わりではなくて、わかんないですが、選別、洗浄、なんか包装まで徹底してやってるのかなっていうふうに思ったりもするんですね。だから、スーパーに並んでる頃には、工場から出てきなものが並んでるみたいな、そういったことを、母は感じたようですね。これは何ですかね？なんでこうなってるんですかね？なんか清潔感かなんか物に対する意識とかなんですかね？もうよくわかんないんですけど、そうだったらしいです。で、4番目はですね、スーパーが魚市場だったっていうことですね。これは両親が一番長く立ち止まった場所なのかもしれません。正直僕もですね、日本に来たばかりの頃は驚きました。なぜならその広さとか種類が結構多かったんですよね。もちろん韓国も三面が海に囲まれているので、かなり大きくの魚あると思うんですけれども、日本と韓国多分その人気な魚とかも違うんですし、もちろん取れる魚も違うと思うんですね。
で、日本に来て、そういう魚コーナーみたいなところに行くと、この広さが、異様に感じたんですね。これ何でですかね？韓国もあると思うんですけど、ラインナップが違うのかな？マグロとかブリとかカツオとかタイ、サバ、アジ、ホッケとか、この韓国ではあまり見かけないような魚もあったのかなと、思うんですよ。値段とか、その値札見ながら、これ全部日本人は見分けられるのとか、僕思ったりすることあるんですよね。で、さらに衝撃だったのは、これ刺身コーナーですね。刺身コーナー面白いですよ。この売り場の一角が刺身専門店になってるような感覚なんですよ。韓国の方からしたら。マグロとかサーモンとかブリとかタイとか、多分並んでる時ありますよね。韓国の刺身を食べるっていう文化あるんですけども、確か刺身っていうのが2つか3種類がメインであって、その他の刺身を食べたければ、刺身専門店に行って、そういった定食、いろんな魚が並ぶ定食を買わないと、10種類超える魚の刺身を一気に見て食べるっていうのは難しいんだと思うんですね。でも、日本はこの刺身コーナーで、確か1種類2種類だけじゃないんですよね。多分いろいろありますよね。僕、最近スーパー行ったのがだいぶ前でちょっと覚えてないんですけれども、だから旬の味とか言って、秋になるとサンマとか、春になるとカツオ、冬になるとブリみたいな、確かその刺身が並んでいたような気がするんですよね。これが今一番うまい季節であるんですということなんですね。韓国も刺身とか魚の文化あると思うんですけれども、日本と韓国の取れる魚だったりとか、食べたかる魚の種類だったり、魚を包装してそのスーパーに出すようなこと、これは同じくその海に近いけど違っていたいですね。で、最後5つ目はですね、大豆コーナーが独立していたということです。これは母が意味不明だと言った場所ですね。最初は豆腐売り場だと思いました。ところが近づいてみると規模がおかしいんですよ。絹ごしとか重心豆腐だけでも棚が何列もあったり、納豆コーナーを見るとひまわりとか小粒、大粒、国産大豆とか並んでいました。しかも終わりではありません。湯揚げとか厚揚げ、おから、豆乳飲料までついたりしますよね。だから母が言ったのはですね、大豆専門コーナーでもあるのかって話でした。韓国でもその豆とか豆腐とか食べるんですけれども、どちらかというとこの豆腐単体がいろんなコーナーの中に混じってあるような感覚なのかもしれないですね。主役級ではないってことですね。で、日本はたまに食べる健康食品ではなくて、毎日いろんな形で食べる前提の主食級の食材ってことなんですね。これね、ちょっとひねった角度で見ると、日本って長寿の国家じゃないですか。長く生きる地域であるほど、豆、豆腐とか納豆とか大豆食品をよく食べてること、どっかで見たことがあるような気がするんですね。しかも日本って納豆、味噌、醤油まで考えると、気づかないうちにもその豆周りのものを食べているようなものかもしれません。だから母からこういう話を聞いて、考えてみれば日本人って豆で生きているのかもしれないなというふうに思いました。ということで、今回両親とスーパー歩いて一番感じたのは、日本のスーパーって単なる買い物の場所ではなかったということでした。よくよく考えると、これ全部日本らしいんですよ。ビールの売り場にはですね、花見とか祭りの匂いが感じられて、弁当売り場には一人暮らしを支える知恵があったりとか、野菜売り場には驚くほどのこだわりが感じたりとか、さらに魚売り場には海に囲まれた国の歴史があり、大豆売り場には健康や長寿を大切にする価値観が染まっていたのかもしれません。でもこれって日本の方が日本人として見たら当たり前すぎじゃないですか。でも僕はそういうのが見えて面白かったなというふうに思います。だから観光地としてですね、外国人が富士山とか神社ももちろん素晴らしいんですけれども、外国人の中で一部っていうのはその現地のスーパーに行ってみたい、スーパーを感じてみたいって方もいると思うんですよね。そういう方々はその国の本当の知恵だったりとか、日常の食事だったり、そういったことを見たくて行ってるのかもしれません。だから皆さんが買ってるスーパーっていうのも、実は日本人が大切にしているものが全部詰まっているものなんだというふうに思います。だからこそ、皆さんももし韓国や海外に行く機会があれば、ぜひスーパーに寄ってみてください。その国の秘密が隠れているはずです。ぜひコメント欄で、これは日本だけかもと思うものを教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。以上、パクでした。アンニョン。